私が本センターに着任して、ちょうど11年、今年で12年目になるんですが、大体一つの共同研究会を3年から4年ぐらいの、ワンクールのスパンで、行っております。で最初に着任後初めて手がけた研究会が、こちらに出ております心身、ないしは心身と環境の哲学、東アジアの伝統的概念の再検討とその普遍化の試み、というものでございます。でこれは簡単に言うとどういうことかと、申しますとですね、例えば道とかですね、人間の心であるとかですね、それから、感情の情であるとか、欲とかですね、あるいは、天とかですね、東アジアの伝統的な、思想ではですね、哲学的なタームっていうのは大体漢字1文字なんですね。でこれは中国でも日本でも韓国朝鮮でもですね共通しております。こういった概念を駆使して例えば人間の本性についてあるいは身体についてあるいは自然とか環境についていろいろ考察をしているんですが、これらの言葉は大体もうおなじみのですね、多分全部小学校で習うような感じで、私たちもですね別に専門家でなくてもなんとなくイメージしてこれはこんな意味かなっていうのをですね、皆さん、すぐ想像することができると思うんですね。例えば、東アジアですと、伝統的な思想っていうのは、儒教とか仏教とかですね道教とか、そういうものがあるわけですが、それによっていろんな含意がですねコノテーションが違ってくるという、そういう問題があります。ちょっと難しいかもしれませんがそういうことを、考察しながらですね、現代的な課題としてですね、私たちの、大事なその心とか体ですね、これ西洋哲学だと精神と肉体とか身体ということになるんですが、漢語の場合は心身、これは心が先になったり身が先になったりしますが、ある意味ではこれを一体的なものとして捉える。でそれが自然環境の中に、ある意味では埋め込まれているというかですね、人間が自然を客観化するというよりはむしろその中に内在しているというふうに考えるのが、私たちのその先祖たちというかですね伝統的な日本や東アジアの考え方であります。そういった考え方とですねまた西洋哲学とか、現代の常識的な考え方っていうのはちょっと違うわけですが、何か現代に投げかける意味とかですね意義が、あるんではないだろうかということで、これは4年間ほど研究を進めました。でその成果が今私が持っているこの本なんですが、旧古書院というところから、これに参加した、40人ぐらいの先生方の論文を集めてこういった、論文集を、作りました。で他の先生方もそうなんですが、大体一つの共同研究会が、終わりますとですね、比較的こういう厚い、報告論集というものを、商業出版しているという、これが私どもの、一つの、大きな仕事でございます。こちらはちょっと題目は変わってるんですが、心身と環境の哲学、東アジアの伝統思想を媒介に考えるという題で、旧古書院さんというところから出させていただきました。その次に、書いてある、比較の中の東アジアの王権論と秩序構想、王朝帝国国家または思想宗教儀礼と、この研究会、平成31年の、3月まで開催しておりまして、実はもうすぐですね来月に、この同じ出版社から、東アジアの王権と秩序、思想宗教儀礼を中心としてという題で、また、分厚い論文集が出る予定でございます。でこちらはどういう問題かといいますと、最初の研究会はどっちかというと哲学的なテーマあるいは自然哲学のような、テーマだったんですが、2番目の研究会は、歴史学とか、政治学とかですね、そういったものに、当たろうかと思いますけれども、これは東アジアの、日本も含めてですね、国々では、ある意味では中国の伝統的な王朝の体制を模倣するような形で、国づくりを行ってきました。
日本も古代において、律令制のような政治制度とかですね、法律、そういったものを取り入れて、他にもですね、思想や宗教としても、儒教とか仏教とか、そういうものを中国から、あるいは大陸から、取り入れたわけですが、しかしまた中国と周辺の諸国ではですね、それぞれ、政治や社会の在り方もいろいろと違っていると、そういうことであります。で、王権という言葉はもしかしたらあまり聞き慣れないかもしれませんが、歴史学とか、文化人類学などで、よく使われる、用語なんですが、英語ではキングシップとか、モナキーと言いますが、これは近代の民主主義的な、あるいはそういう議会政治を基本とするような政治体制には当てはまらなくて、前近代の基本は君主制の場合ですね。ただこれも王権といっても王様とは限りません。東アジアの場合は皇帝だったり、日本だったら天皇とか将軍とかですね、そういう政治的な権力者とある意味ではそれを取り巻く王朝だったり政権だったり、そういうものを漠然と指す言葉ですが、儒教とか仏教とかそういう伝統的な思想や宗教というのは、これは西洋においてはキリスト教がそれにあたりますが、一方でその王権を基礎づける、あるいは修飾するというかですね、そういう機能も果たしてるんですが、もう一方ではもっと超越的な立場からその政治体制とか王権を批判するような原理にもなっているという、そういう二面性があります。そういったあたりを中国や日本や韓国の主に前近代の歴史について比較の観点、比較史とか比較思想といった観点から研究を進めてまいりました。で、実はですね、来月ぐらいから今年度から始める予定の研究会が一番最後に上がっております比較の中の東アジアの近世というものであります。で、新しい世界史の認識と構想のためにという副題がついております。近世というのは、これ英語ではアーリーモダンというふうに称しますが、いつからいつまでが近世なのかっていうのは実はいろんな論争とか、学説がありまして、そのこと自体も研究対象になるんですが、分かりやすく言えば日本で言えば江戸時代ぐらい、中国に関してはいろんな、考え方がありますが、例えば江戸時代と大体同時代ということで言えば明とか清と呼ばれる王朝が展開した時代ですね。お隣の韓国では朝鮮王朝という時代が大体それにあたります。で、普通はですね、それぞれの国の近世における政治や社会の在り方とか文化の様相などがその後の近代に接続していくと普通考えられるわけですが、それはそれで間違いではないんですけれども、例えば日本の場合もですね、江戸時代に出来上がった社会構造であるとか、江戸時代に育まれた経済とか文化とかそういったものの土台の上に明治維新や近代があったというふうに普通よく説明されますけれども、そういう発展史観的な考え方だけではなくてですね、もう少しその近世とか前近代と呼ばれる時代のその独自性みたいなものをですね、それぞれの国や地域の共通性普遍性とあと特殊性とか個別性ですね、そういうものを考えていきたいと、できればヨーロッパとかイスラム圏などとも比較したい、そういうことでございます。で、あとはこちらに掲げてある図は、真ん中はこれは京都御所の、古いですね江戸時代の地図というか絵図面ですね。御所の周りも少し入っておりますが、でこちらはマテオ・リッチというもともとイタリア人ですが、16世紀の終わり頃、中国でいうと明という時代、日本の室町時代頃に中国にやってきた宣教師なんですが、イエズス会の、彼がもたらした
世界地図ですね、今のものとはちょっと、異なるところもあるんですが、比較的正確にこう書かれている、ものであります。でこういった知識もですね、中国はもとよりですが、日本の江戸時代なんかにもですねすでに、入ってきて、地球説と当時は言ったんですが、地球は丸いとかですね、あるいは、地動説ですね、そういったものも、江戸時代の蘭学者とか、儒学者なんかの一部は、そういったこともすでに知っていたとか、そういったようなことも、ございます。あと、自分の国についての地図は、日本でもそうですが伊能忠敬とかですね、中国ももちろんそうなんですが、盛んに17、8世紀ぐらいに、作られるように、なってまいります。この時代はそういった形でですね、これは良きにつけ悪しきにつけですね、それぞれの、国の人々が、ある種の近代のナショナリズムとは違いますが、自国に対する意識あるいは民族意識みたいなものに、いい意味でも目覚めてくる、あるいはそれがちょっと悪い結果になる部分もあるわけですが、あとはその、他国とか世界に対する、認識というものが、広がっていくというね、そういう時代として、捉えられると思います。でこの3番目の研究会は、一応2番目の、研究会の、ある意味では連続というかですね、その中で特に、近世と呼ばれる時代に、焦点を当てたと、そういうものでございます。で一応予定としてはですね、3年か4年ぐらいずつやっていくとすると、私の定年までにもう一回、もう一種類ぐらいは何か大きな共同研究会を、開催させていただくことができるだろうというふうに考えておりまして、実は4番目のものはまた最初のものに似たものにちょっと戻っていこうかなというふうにも考えております。例えば今いろんな学問っていうのは人文学人文科学と呼ばれるものと社会科学それから自然科学というふうに分岐して分かれてますが、この2番目3番目の研究会は人文学や社会科学に関わるものですが、ちょっとその自然環境に関わる、しかし哲学とか人文学に関わるっていうのが最初の研究会でしたので、またそれに似たものをゆくゆくは立ち上げてですね、私なりにいろんな学問分野をですね、もちろんそのたくさんの場合によってはこれまで行ったこの2番目の研究会は60人ぐらいのメンバーの先生のお力を仰いだんですが、そういう先生方のお力を仰ぎながらですね、いろんな観点から学問世界を一周してみたいというのが私の願いとか目標希望でございます。大体以上でございます。どうもありがとうございました。